どうしよう。料亭の一角で、スーツ姿の女性が困ったように佇んでいる。客間では、外国人のお客様が、苛立たしげに腕時計を見つめていた。俺は、皿洗い場から配膳の手伝いに回されたばかり。本来なら、厨房に戻るべき時間だったが、この状況を見過ごすわけにはいかなかった。お客様、何かお困りでしょうか？声をかけると、女性が不安げな瞳で俺を見上げた。20代後半だろうか。端正な顔立ちに、墨を流したような長い黒髪。思わず見とれてしまう。実は、重要な商談の予定が入っているのに、通訳が電車遅延で来られなくなって。その話を聞いて、俺は申し出た。よろしければ、私が通訳を務めさせていただきましょうか。俺の申し出に、女性の目が大きく見開かれた。料亭の従業員が突然通訳を買って出るなんて、驚くのも無理はない。本当によろしいのでしょうか。彼女の声には不安と希望が交錯していた。もう他に選択肢はない。深く息を吸うと決意を固めたようにうなずいた。お願いします。俺は彼女につられて客室に入る。少し経って廊下の奥から怒号が響いてきた。おい、本郷、どこ行ってやがった？皿洗い溜まってんだぞ。同僚の声だ。この後どう説明すれば。しかし、これが俺の人生を大きく変えるターニングポイントになるのだが、それはまだ誰も知らない。俺の名前は本郷明。都内の老舗料亭、桜亭で働いている。俺の主な仕事は皿洗い。毎日膨大な数、そして様々な種類の器具や食器を手洗いしている。なかなか重労働な仕事である。おい、本郷、この茶碗、まだうまく残ってんじゃねえか。同僚の山本さんがわざとらしく大きな声で俺の仕事を指摘する。彼は俺と同い年だが、俺の方が後から入ってきたため、俺の先輩に当たる。彼が先輩であることは間違いないのだが、同じ年である俺が後輩という状況を気に入っているらしく、何かと因縁をつけられる。彼の指摘した茶碗だって俺の担当ではない。だが言い返したところで、全部自分で洗う気で仕事しろよと言われるだけだ。経験したことがあるから分かっている。すみません。洗い直します。茶碗を受け取ったその時、板長から声がかかった。本郷くん、今日は人手が足りないから、君にも配膳を手伝ってもらう。着替えてきなさい。でもまだ皿洗いが。いいから早く。焦る気持ちを抑えながら、従業員用の部屋で着物に着替える。配膳は皿洗い以上に神経を使う仕事だった。料理を運ぶ時の足さばき、お椀の持ち方、お客様への声かけ、一つ一つが試練だ。額から流れる汗を拭う暇もない。それでも失敗は許されない。目の前のことに集中し続けていると、昼の忙しい時間帯があっという間に終わった。ようやく一息つける。下げた食器を持って厨房に戻っていると、どうしよう。ある客室の前でスーツ姿の女性がうつむいていた。その声と表情には深刻な悩みが滲んでいる。20代後半だろうか。端正な顔立ちに墨を流したような長い黒髪。美人だなぁと思わず見とれていたが、すぐに頭を切り替える。お客様、何かお困りでしょうか。声をかけると、彼女は戸惑った様子で俺を見上げた。お店の方、すみません。邪魔ですよね。いえ、それより、何かお困りの様子でしたが、女性は一瞬言葉を飲み込んだ。見ず知らずの従業員に頼るべきか、その迷いが彼女の瞳に映る。だが、腕時計を一別して、ため息混じりに口を開いた。時間がないのだろうか。実は、こちらのお店で取引先との商談を予定しているんです。お相手はアメリカの方でして。彼女の言葉が途切れる。俺は黙って続きを待った。通訳の方が電車の遅延で来られなくなってしまったんです。両手を握りしめる彼女の指先が白くなっている。翻訳機を使おうと考えていたんですが、こんな大事な商談で機械に頼るなんて、かといって自分が英語で商談をこなせる自信もなく、どうしたらいいかと、声が震えている。
まるで自分を責めているかのような表情だ。時計は午後2時を指している。俺の早番シフトはもう終わっている。皿洗い場に戻る必要もない。でも、それ以上に気になったのは、彼女の一生懸命な様子だった。すみません、こんな話を。大丈夫です。翻訳機でなんとか。よろしければ、私が通訳を務めさせていただきましょうか。え？女性の目が大きく見開かれた。信じられないという表情だ。無理もない。料亭の従業員が突然通訳を買って出るなんて。本当によろしいのでしょうか。女性の声には不安と希望が交錯していた。もう他に選択肢はない。彼女は深く息を吸うと、決意を固めたようにうなずいた。お願いします。私、春日と申します。本郷です。よろしくお願いします。緊張でこわばっていた彼女の表情が少し和らいだ。商談の場に案内されると、スーツ姿の外国人が苛立たしげに腕時計を見ていた。俺は、できる限りの申し訳なさげな表情を持って、英語で話しかける。遅れて申し訳ありません。本日は私が通訳を務めさせていただきます。そう口にした瞬間、客席の外国人男性の表情が一瞬で固まるのが分かった。当然だ。俺は今、料亭の仕事着である黒い割烹着を身につけたまま、この場に現れたのだから。彼からすれば、通訳といえば、ピシッとしたスーツ姿を想像するだろう。まさか、和装に近い格好の男が、流暢な英語を話すなど、夢にも思わなかったのだろう。少し口を開けて硬直している彼に、俺はできるだけ穏やかな笑みを向けた。見た目のインパクトで、不信感や不安を抱かれては困る。もっとも、俺自身もこんな姿で商談に出ることになるなんて、思いもしなかったけれど、本日は、急な都合で通訳の方が来られないとのことで、微力ながら私がお手伝いできればと思いまして、そう告げると、彼は時計から視線を外し、ゆっくりと、俺の顔を見やる。ああ、ようやく来てくれましたか。今日はよろしく。綺麗な発音ですね。ありがとうございます。商談が始まると、緊張は瞬く間に集中力へと変わっていった。投資案件の詳細、マーケット分析、将来の展望、専門用語が飛び交う会話を的確に通訳していく。素晴らしい。君の通訳のおかげでとてもスムーズに話が進んだよ。先方が満面の笑みを浮かべながら言った。春日さんの顔にも安堵の表情が広がっている。商談は予定時間いっぱいまで続いた。最後まで相手の満足げな表情は変わらなかった。本日は本当にありがとう。予想以上に素晴らしい商談になりました。先方が立ち上がる際、なんと俺にも名刺を差し出してくれた。それがとても価値のある宝物に見えた。よかった。うまくいったらしい。見送りを終えて戻ってくると、春日さんが深々と頭を下げた。本当にありがとうございました。でもどうして？その時、廊下の向こうから慌ただしい足音が聞こえてきた。おい、本郷！山本さんの怒鳴り声が静かな廊下に響き渡る。どこ行ってやがった？配膳にどんだけ時間かかってんだ。皿洗い溜まってんだぞ。サボってただろ。山本さんの後ろには数人の同僚も控えている。皆一様に険しい表情だ。みんなで俺を探していたのかもしれない。しまった。焦っていて、板長たちに了承を取るのを忘れていた。この状況をどう説明すれば。待ってください。春日さんの声が俺の言葉より先に飛び出した。本郷さんはずっと私の商談の通訳をしてくださっていたんです。はぁ？通訳？山本さんの声が裏返る。同僚たちの間でも、という声が漏れた。本郷が通訳？誰もが信じられない表情を浮かべている。その時、おかみさんが颯爽と現れた。どうしたの？こんなに騒がしくして。凛とした声に、場の空気が一変する。申し訳ありません。春日さんが一歩前に出た。実は、本郷さんに突然の無理なお願いをしてしまいまして。春日さんは事の経緯を説明し始めた。外国人との商談、通訳の急な欠席、そして、俺が買って出たこと。話を聞くうちに、おかみさんの表情が徐々に変化していく。本郷さん、あなたそんなことができたのね。英語で商談を通訳できたことがまだ信じられないらしい。
まじまじと俺の顔を見つめる春日さんに、俺は肩をすくめながら苦笑いを浮かべる。まあ、英語は少しだけ。実際、大学ではそれなりに勉強していたが、こんな形で披露することになるとは思ってもみなかった。すると、春日さんは意を決したようにおかみさんの方を向き、深々と頭を下げる。折り入ってお願いがありまして。少し震える声に、おかみさんも、どうしたのと首をかしげる。すると春日さんは、俺の方に視線を戻した。本郷さん、ぜひ、うちの会社に来ていただけませんか？彼女の真剣な眼差しに、思わず俺は言葉を失う。いきなりどういう話なんだ？やっとの思いで声を出すと、春日さんはきっぱりと断言した。今の年収の10倍で、お迎えしたいと思います。その瞬間、頭の中が真っ白になる。年収の10倍なんて、桁違いにも程があるだろう。思わず変な声が出そうになるのを何とかこらえたが、結局は情けない声が漏れた。驚愕に目を見開く俺に、おかみさんが静かに歩み寄る。本郷くん、あなたがこんなに素晴らしい特技を持っているなんてね。正直、うちとしては手放すのは惜しいわ。だけど、せっかくのチャンスを逃すのも、それはそれで、あなたの才能がもったいないじゃない？おかみさんの言葉に視線を交わした春日さんは力強くうなずく。一方の俺は、あまりの展開に頭が追いつかない。通訳が来られず、急遽俺が通訳を引き受けただけ。そんな俺を、まさか10倍の給料で引き抜きたいと言ってくれるなんて、検討させてもらってもいいですか？俺は突然のことで決心がつかなかった。すると、その空気を破るように、奥の方で腕を組んでいた山本さんが、わざとらしく大きなため息をついた。はぁ？お前マジかよ。皿洗いぐらい俺たちで何とかしてやら。お前なんかいなくてもな、店はちゃんと回るんだよ。大丈夫なんだよ。山本さんは、苛立ち混じりにまくし立てる。なんだ。お前そんなにすげえやつだったのか？こんなところでくすぶってるんじゃねえ。俺の仕事が増えるけど、そんなの関係ねえ。さっさと行けよ。とっとと行っちまえ。そう乱暴に言うと、山本さんは視線を外していった。今までありがとな、本郷。頑張れよ。その最後の一言がやけに胸に響く。いつもは文句ばかり言い合ってきたけれど、これが彼なりの鼻向けなのだろう。俺は思わず息を飲み、少し上ずった声で返事をする。ありがとう、山本さん。言葉はそれだけ。山本さんは、ふんと言わんばかりに鼻を鳴らし、厨房の方へと戻っていく。その背中は、なんだかいつも以上に大きく見えた。店のことは任せろと言ってくれているようで、胸が熱くなる。そうと決まったら、早速これからの話をしましょう。と、春日さんが嬉しそうに言った。はい。俺は少し戸惑いながらも、春日さんの提案を受け入れた。退勤手続きを終えた俺は、店の前で待つ春日さんと合流し、近くのカフェに入った。コーヒーを2つ頼んで、俺たちは向かい合う。春日さんは少しためらいながら口を開いた。先ほどは驚かせてすみません。どうしても早くお誘いしたくて。いえ、でもどうして俺を？本気なんですか？もちろんです。あなた、本郷明さんですよね。俺は驚いて彼女を見た。下の名前を教えた覚えはない。なのになぜか彼女は俺の名前を知っていた。はい、そうですが、どうして俺の名前を？覚えてませんでしょうか？あなたが椿商事にいた頃、私とのお仕事を担当してくださいましたよね。彼女の声には、どこか懐かしさが含まれていた。椿商事。その名前を聞いて、突然記憶の扉が開いた。あの頃のことは、無意識に頭の隅へ封印していたから、すぐに思い出せなかった。俺は少し沈黙した後、ようやく言葉を見つけた。思い出しました。桜電機の春日音羽さん。そうです。よかった。覚えてくださっていて。春日さんは微笑んで続けた。あの頃はありがとうございました。あなただけでしたから、あんなに真摯に対応してくれたのは。春日さんの声を聞いて、あの頃の記憶が徐々に蘇る。3年前、俺は椿商事という大手商社の新入社員だった。入社当初の俺には大きな夢があった。グローバルに活躍したい。そんな思いを胸に秘め、誰よりも早く出社し、
誰よりも遅くまで残業していた。だが、配属された部署の上司には、最初から嫌われていた。本郷、お前には大きな案件は任せられないな。まずは経験を積め。そう言って、木村は俺に小規模な案件ばかりを回してきた。もちろん、最初から大きな仕事を任せられないのはわかる。しかし、どんなに頑張っても、どれだけ成果を残しても、評価は最下位のまま。同期が次々と大きな案件を任されていく中、俺だけが取り残されていった。そんな中で、桜電機という小さなベンチャー企業との取引案件を任された。その時の担当者が春日さんだった。当時の桜電機は、まだ駆け出しで、取引額は小さかったが、俺は全力で取り組んだ。春日さんの真面目な姿勢に応えたかった。深夜まで資料を作り、市場調査にも何度も足を運んだのを覚えている。本郷さん、こんなに詳しい資料をありがとうございます。春日さんは心から喜んでくれた。その笑顔を見るのが嬉しくて、俺はより一層仕事に打ち込んだ。だが、それが上司の逆鱗に触れたらしい。本郷、なんだその資料は。そんな小さい案件に手間かけすぎだ。でも、お客様が喜んでくださって。バカか。売り上げの桁が違うだろ。他の案件に時間使えよ。俺の気持ちなど、上司には全く伝わらなかった。毎日毎日皮肉を言われ続けた。次第に胃が痛くなり始めた。食事も喉を通らなくなった。それでも懸命に耐えた。眠れない夜が続き、朝目が覚めると激しい動悸に襲われる。体重は1ヶ月で5キロ落ちた。ある朝、会社に向かおうとした時、玄関で突然めまいに襲われた。壁に手をつきながら一生懸命に吐き気をこらえる。これ以上無理かもしれない。初めてそう思った。その日の午後、上司は会議室で俺の資料をボロクソに批判した。本郷、こんな程度の資料で恥ずかしくないのか？新入社員なんだからもっと先輩の真似をしろよ。こんなんじゃ一生小物案件担当だな。会議室にいた全員がまるでスローモーションのように見えた。会議が終わり、トイレに駆け込んだ。個室で座り込みながら激しい胃痛と戦う。冷や汗が背中を伝う。吐き気がこみ上げてくる。翌日、退職届を人事部に提出した。体調不良による自主退職。そう書かれた紙切れ一枚で、俺の新入社員生活は幕を閉じた。上司は最後まで皮肉な笑みを浮かべていた。期待の新人くんよ。こんな短い期間で潰れちゃうなんてさ、やっぱり大したことねえな。その言葉を聞きながら、俺は会社を後にした。担当取引先への申し訳なさと、自分の無力さに押しつぶされそうになりながら、俺が前職での経緯を一通り話すと、春日さんは肩を落としていた。そうだったんですか。彼女の声が震えている。俺の話を聞きながら、彼女の表情が刻一刻と変化していくのが分かった。最初は驚き、そして悲しみ、そして怒り。許せない。春日さんが拳を強く握る。春日さん。知ってたんです、私。え？うちが、椿商事から外れ案件って呼ばれてたの知ってました。それは、椿商事へ会議に行った時、あなたの上司が同僚と話してるのを聞いたんです。本郷のやつにちょうどいい案件が来たぞ。どうせ、潰れるベンチャーなんだから、失敗させても問題ないって。胸の奥が痛んだ。当時の記憶が鮮明に蘇ってくる。そういう軽蔑した態度に、私は腹が立って仕方なかった。何クソって思いました。絶対に成功させてやろうって。春日さんは深く息を吸うと、誇らしげな表情を浮かべた。あの時、私は決意したんです。絶対に成功させて、あの人たちを見返してやろうって。今、桜電機はプライム市場に上場しています。思わず息を飲んだ。あの小さなベンチャー企業がプライム市場の企業に。驚きのあまり言葉が出てこない。おめでとうございます。やっと絞り出した言葉に春日さんは首を横に振った。ありがとうございます。でもこれは本郷さんのおかげなんです。え？覚えていますか？当時本郷さんが提案してくれた市場戦略を。春日さんは熱を帯びた声で語り始めた。大手を目指すんじゃない。小さな町工場にこそ
最先端の技術革新が眠っている。そこを狙うべきだ。本郷さんはそうアドバイスをくれました。最初は社内から反対意見ばかり出ました。そんな零細企業相手に何ができる？大手との取引を優先すべきだ。取締役会でもほとんどの役員が反対でした。彼女は一瞬言葉を切り、コーヒーに手を伸ばす。その仕草に当時の重圧が垣間見えた。それでも私は本郷さんの調査データを信じました。特に印象的だったのが町工場の技術継承の問題でした。俺が提出した報告書の核心部分でしたね。ええ、本郷さんは指摘していましたね。町工場には匠の技が眠っている。でもデジタル化の波に乗り遅れればその技術は消えてしまう。そこにビジネスチャンスがあると。春日さんの言葉に当時懸命に書いた報告書の一字一句が蘇る。深夜まで資料を読み漁り、データを分析し、結論にたどり着いた道のり。私は自分の役職をかけてこの戦略を実行したんです。思わず息を飲む。そこまでのリスクを背負っていたとは。最初の半年は本当に苦労しました。どの町工場も初対面の若造が営業に来てもまともに取り合ってくれない。でも諦めませんでした。本郷さんの調査データを何度も読み返しながら一件一件丁寧に回りました。彼女は懐かしむように続ける。転機はある町工場との出会いでした。創業70年の金属加工の会社です。その社長さんが珍しく私の話を最後まで聞いてくれました。社長さんにはうちには先代から受け継いだ技術がある。でもこのままじゃ息子に継がせられない。デジタル化って言うならその技術を守れるのかって言われました。ああ、その通りだ。俺が町工場を回って何度も聞いた悩みだった。私たちはその不安に全力で応えました。職人さんの技をデジタルデータ化する。それを若い世代に伝える。そのためのシステムをその町工場と一緒に作り上げたんです。そこからです。その町工場での成功事例が口コミで広がり始めた。桜電機ならうちの技術も守れるかもしれないって。春日さんは深く息を吸うと誇らしげに続けた。今では全国500以上の町工場と取引があります。職人の技術をデジタル化し、次世代に継承するプラットフォーム。それが私たちの主力事業になりました。本郷さんの見立ては全て正しかった。町工場には素晴らしい技術が眠っていた。そしてその技術を継承したいという強い思いがあった。春日さんの声に込められた感情がその表情にもにじみ出ていた。懐かしさと感動が交錯する、そんな表情だった。今、私たちの主力事業は町工場のデジタル化支援です。本郷さんが示してくれた道が私たちの未来を作ったんです。あの時の提案がこんな形で実を結んでいたなんて、胸の奥が熱く、そして痛い。嬉しさと彼女たちの努力を見届けられなかった後悔が入り混じる。本郷さん、改めてお願いします。春日さんがまっすぐに俺の目を見つめる。私たちと一緒に働いてください。あなたの才能をこんな場所で終わらせるのはもったいないです。その言葉に心が大きく揺れる。料亭での皿洗い、毎日の重労働、同僚からの嫌がらせ、逃げるように選んだ道、そこから抜け出すチャンス。でも、本当にいいのだろうか。あの時、会社を去った自分に、もう一度チャンスが巡ってくるなんて。本当に、俺でいいんでしょうか。不安がこみ上げる。また、あの時のように潰れてしまうんじゃないか。そんな恐怖が心を締め付ける。春日さんは、そんな俺の不安を見抜いたかのように、優しく微笑んだ。大丈夫です。今度は私がついています。その言葉が心にしみる。春日さんの瞳には揺るぎない信頼の色が宿っていた。私たちの会社には本郷さんのような人材が必要なんです。グローバルな視点と細やかな気配り、そして何より相手の立場に立って考えられる力。ゆっくりと俺の中の不安が解けていく。春日さんの言葉一つ一つが固く閉ざしていた心の扉を開いていく。ですから、私たちと一緒に新しい挑戦をしませんか？今まで隠してきた思いが一気に溢れ出す。自分の力を試したい。誰かの役に立ちたい。
あの時諦めた日常を取り戻したい。春日さん。俺は固く握りしめていた拳を開いた。俺でよければお願いします。ぜひ、一緒に働かせてください。その瞬間、春日さんの顔に大きな笑顔が広がった。それは3年前に見た笑顔と重なる。でも今度はもっと強く、もっと輝いていた。ありがとうございます。本当に嬉しいです。まさか、本郷さんと一緒にお仕事ができるなんて。春日さんの声がカフェ中に響き渡る。周りの視線が気になったが、そんなことはもうどうでもよかった。彼女は名刺を取り出すと、裏に何かを書き始めた。これ、私の携帯番号です。明日にでも改めてお時間いただけませんか？差し出された名刺を受け取る。裏には春日さんの携帯番号が丁寧な文字で記されていた。はい、こちらこそよろしくお願いします。春日さんは最後に深々と頭を下げ、足早にカフェを後にした。俺は手の中の名刺を見つめる。この一枚の紙が俺の人生を大きく変えることになるのかもしれない。そう思うと不思議と胸が高鳴った。それから無事桜電機に入社し1週間が経った。春日さんの言葉通り、これまでとは全く違う世界が広がっていた。本郷さん、おはようございます。明るい声で挨拶してくれる同僚たち。優しく仕事を教えてくれる先輩たち。そして何より心強かったのは春日さんの存在だった。本郷さん、今日の午後から新規プロジェクトの立ち上げミーティングがあるんです。昼食を終えた後、春日さんが俺の席に近づいてきた。彼女の手には分厚いファイルが抱えられている。新規プロジェクトですか？はい、実は先日の商談の件なんですが。春日さんは少し言葉を切り、周りを確認すると声を落として続けた。スライドを見ていて気づいたんです。本郷さん、先方の訛りにまでちゃんと反応してましたよね。え？その言葉に俺は思わず動きを止めた。確かにあの時の商談相手はかなり強い訛りがあった。私も少しはわかるんですけど。春日さんは申し訳なさそうに続ける。実は彼が何を言っているのかほとんど理解できなくて、翻訳機で対応しようとしたんですが、それでも全然ダメで。でも本郷さんはすぐに対応できた。どうしてそこまでできたんですか？その問いに俺は少し考え込んだ。確かに訛りのある英語には慣れていた。それはある経験があったからだ。だが詳細に説明するのははばかられる。どう言えばいいのだろう。実は学生の頃から外国の文化や言葉に興味があって、曖昧な言葉を選びながらゆっくりと話し始めた。YouTube で海外の動画を見たり、SNS で外国の人とやりとりしたり、特に生の声を聞くことを大切にしていたんです。アメリカでも地域によって全然違う英語を話すじゃないですか。南部なまりとか、ニューヨークっぽい話し方とか、そういうのすごく面白くて、だからあの時の商談相手の方の話し方もなんとなく理解できたんです。なるほど。本郷さんのその経験、すごく貴重なものだと思います。春日さんが机に両手をつきながら前のめりになる。一緒に作りませんか？世界中の訛りに対応できる翻訳機を。翻訳機ですか？はい。新しい商品の案をいろいろと考えていたんですが、本郷さんの知識と経験を生かすのなら、翻訳機じゃないかと思って、きっと素晴らしいものが作れるはずです。春日さんの言葉に胸が高鳴った。翻訳機。そうだ。これこそが俺たちにしかできない挑戦だ。ぜひやりましょう。その言葉を口にした瞬間、春日さんの目が輝いた。プロジェクトは予想以上のスピードで進んでいった。俺の経験と春日さんの持つ技術力が見事に噛み合う。毎日が充実していて、あの料亭での日々が嘘のようだった。本郷さん、ここの訛りの対応、すごいですね。開発チームのメンバーがテスト画面を指さしながら声を上げる。確かに従来の翻訳機では対応できなかった複雑な訛りまで完璧に翻訳できていた。ありがとうございます。この部分にはかなりこだわったんです。さすがは春日さんがスカウトしてきた人材ですね。そんな和やかな翻訳機のテスト試験を行った夜、春日さんと近所の居酒屋に来ていた。俺たちは
開発の成功に向けた手応えを感じていた。本当にすごいですよ。従来の翻訳機では対応できなかった訛りまで、ここまで認識できるなんて。ビールを注ぎながら、春日さんが嬉しそうに話す。頬が少し赤みを帯びている。普段のきっちりとした姿からは想像できない、柔らかい表情だ。春日さんのシステム設計が素晴らしかったからですよ。いえ、本郷さんの言語解析力があってこそです。お互いを称え合う会話に少し照れくさくなる。だが、春日さんの表情が突然曇った。実は、私、この翻訳機の開発には特別な思い入れがあるんです。そうなんですか？春日さんはグラスを見つめながら静かに話し始めた。大学時代、シリコンバレーでインターンをしていた時のことです。私は意気揚々と渡米したんですが、現実は厳しかった。彼女の声が少し震える。特に困ったのが、インド系の方々との会話でした。私の英語力では、その独特な訛りに全く対応できなくて。春日さんは一度深く息を吐いて続けた。重要なミーティングで、私は完全に会話についていけなくなりました。周りの期待を裏切り、早期帰国。その挫折がずっと心に引っかかっていて。グラスを強く握る指が白くなっている。でも、本郷さんと出会って変われた気がするんです。突然の言葉に思わず目が合う。あの時、本郷さんが作ってくれた市場分析。あれは単なるデータの羅列じゃなかった。町工場の職人さんたち一人一人の思いが丁寧に拾い上げられていて。春日さんの瞳が懐かしむように潤んでいる。本郷さんの資料を読んで、私は気づいたんです。相手の立場に立って考えること。それが本当の理解なんだって。春日さん。本郷さん、私、この翻訳機で言葉の壁に苦しむ人を助けたいんです。私みたいに夢を諦めなくて済むように。その瞬間、彼女の強さを改めて感じた。挫折を乗り越え、それを誰かのために生かそうとする姿に心を打たれる。必ず成功させましょう。俺の言葉に春日さんは嬉しそうにうなずいた。ふと見せる彼女の笑顔が妙に愛おしく感じた。それから1週間後。開発室で翻訳機の調整をしていると、緊急の呼び出しがあった。本郷さん、椿商事の方が商談に来られるそうです。言語解析チームの一員として、社長が同席を求めています。椿商事。その言葉を聞いた瞬間、全身から血の気が引いた。喉が渇き、手のひらから冷や汗がにじみ出る。椿商事。その名前を聞いただけで、あの時の記憶が鮮明に蘇った。本郷、お前には大きな案件は任せられないな。こんなんじゃ一生小物案件担当だな。期待の新人くんよ。こんな短い期間で潰れちゃうなんてさ。上司の冷たい声が、まるで今も耳元で響いているかのよう。机に置いた手が小刻みに震えている。大丈夫ですか？春日さんの心配そうな声に、はっと我に返る。俺は一生懸命に平静を装おうとしたが、声が上ずってしまう。はい、大丈夫です。立ち上がろうとしたとき、膝が笑ってしまった。椅子の背もたれを掴んで、なんとか体を支える。社長室まで歩く廊下が異様に長く感じる。胃が痛み始め、冷や汗が背中を伝う。大丈夫だ。もうあの時の俺じゃない。そう言い聞かせても、体が言うことを聞かない。ドアノブに手をかけたとき、指先が震えているのが分かった。深く息を吸ってドアを開ける。そこにいたのは、おや、本郷くんじゃないか。その声を聞いた瞬間、全身が硬直した。社長室のソファーに座っていたのは木村さん。あの時の上司だ。俺を追い詰めた張本人が目の前にいる。視界が狭まり、耳鳴りがする。当時の記憶が走馬灯のように蘇る。逃げ出したい衝動に駆られたが、足が動かない。まさか君がここにいるとは、世間は狭いね。軽薄な笑みを浮かべる木村さん。その表情は3年前と少しも変わっていなかった。それでは社長、早速お話を。木村さんの声が異様に高く響く。その態度はまるで別人のようだった。3年前、俺を追い詰めた時の尊大な態度は影を潜め、今はこびるような笑顔を浮かべている。実は、御社との協業をぜひとも。胸が締め付けられる。木村さんの言葉の一つ一つが、
かつての傷跡をえぐるように感じられた。俺は一生懸命に表情を保とうとしたが、手の震えが止まらない。ちなみに弊社の本郷とはお知り合いなのですか？ええ、彼は以前弊社にいましたから。まあ短い期間でしたが、まさかこんな形で再会できるとは。それは。本郷くんは。木村さんは意味ありげな笑みを浮かべながら、ゆっくりと言葉を紡ぎ始めた。まあ言いづらいことなんですが、実は弊社を数ヶ月で辞めてしまいまして、メンタルが弱くてね、小さな案件すら任せられなかったんですよ。そうでしたか。社長の声は不思議なほど穏やかだった。本郷くんはね、入社当初からなんていうか。木村さんは意図的に言葉を区切りながら社長の反応を伺っていた。その姿に当時の記憶が鮮明に蘇る。あの時も会議室で同じような間を取りながら俺を追い詰めていった。周りが見えてないというか、独りよがりというか、例えば小さな案件なのに異常なまでに時間をかけて他の重要案件を後回しにしてね。木村さんはまるで楽しむように言葉を紡いでいく。俺の手が震え始めた。机の下で一生懸命に握りしめる。結局、精神的に参ってしまって、数ヶ月で退職。せっかくの新入社員が、そんな形で辞めるなんて、私も上司として責任を感じましたよ。今でも覚えてますよ。最後の会議でのことを。ここで木村さんはわざとらしく咳払いをした。本郷くんが提出した資料が、まあお粗末なもので。新入社員とはいえ、こんなレベルではって、みんなで頭を抱えたものです。冷や汗が背中を伝う。あの時の光景がフラッシュバックのように蘇る。会議室で嘲笑う同僚たち。机の上に投げ捨てられた資料。まあ、今こうして再会できてよかった。うちを辞めた後、ちゃんと働けているみたいで。その言葉には明らかな侮蔑が込められていた。ちゃんとという言葉に特に強調を置いて。御社のような有料企業でも、本郷くんのようなメンタルの弱い人材も活躍の場があるんですね。ただ、重要な案件は任せない方がいいかもしれません。また精神的に参ってしまうと。木村さん。社長が木村さんの声を遮る。本郷の現在の年収をご存知ですか？いや、そんな。彼の年収は、椿商事の部長級と同等です。なぜだかわかりますか？はい。本郷は、世界でも通用する語学力を持っています。先日もアメリカの重要顧客との商談で見事な通訳を披露してくれました。社長は机の上の資料に目を向けた。そして何より彼には相手の立場に立って考えることができる。だからこそ私たちの新しい翻訳機の開発でも中心的な役割を担っているんです。木村さんが顔を歪ませていく。先ほど拝見させていただいた御社の提案書ですが、残念ながら内容が薄すぎる。このレベルではお取引は難しいですね。社長の言葉は静かでありながら凛として響いた。それに部下を傷つけておいてこうして取引を持ちかけてくる。そんな会社とはお付き合いできません。そんな。さあ、お帰り願えますかな。木村さんは秘書に促され席を立った。彼は社長室を出る直前振り返った。その表情には明らかな怒りが滲んでいる。今回の態度、後悔することになりますよ。木村さんの顔にはその後歪んだ笑みが浮かんでいた。扉が強く閉まる音が社長室に響き渡る。部屋の空気が一気に緩んだ。俺はようやく深い息をつくことができた。本郷くん、大丈夫かい？社長が心配そうに駆け寄ってくる。はい。それより、椿商事との取引が破談になってしまい、申し訳ありません。俺の言葉に、社長は首を横に振った。本郷くん、私は正しい判断をしたと思っているよ。社長は穏やかな表情で続けた。あんな風に人を貶める人間が上司として座っているような会社とは取引したくない。それに。社長は一瞬言葉を切り、まっすぐに俺の目を見た。君があのように言われて我慢できなかったんだ。その言葉に胸が熱くなる。今まで誰にも理解されなかった痛みを、この人は分かってくれた。俺は目頭が熱くなるのをこらえる。社長、ありがとうございます。声が震えた。感謝の気持ちをうまく言葉にできない。
その日から1週間が経った頃、春日さんが慌てた様子で開発室に駆け込んできた。大変です。翻訳機の部品を作っている工場が次々と契約破棄を申し出てきました。春日さんの声には明らかな動揺がにじんでいた。彼女の手には複数のファックスが握られている。開発チームのメンバーが一斉に立ち上がる。なぜ急に？それが、どうやら、椿商事からの圧力がかかっているみたいです。その言葉を聞いた瞬間、全身の血が凍る。木村の最後の言葉が蘇る。今回の態度、後悔することになりますよ。あの時の歪んだ笑みの意味が今になって分かった。春日さんは震える手でファックスを広げる。部品メーカーからのメッセージです。椿商事様との取引を優先させていただきたく、今後の取引に支障が出る可能性があり、やむを得ず契約を。開発チームのメンバーから悲鳴に近い声が上がる。このままじゃ生産に間に合わない。発表会まであと1ヶ月しかないのに。パニックに陥る開発室。その時、携帯が鳴った。見知らぬ番号からだ。嫌な予感がして、廊下に出て電話に出る。もしもし。やあ、本郷。聞き覚えのある声。木村さんだった。私を見くびるからこんなことになるんだ。声には明らかなあざけりが込められていた。メンタルが弱くて逃げ出した人間が偉そうな態度を取るからこうなる。桜電機はやっぱり外れ企業だったな。受話器の向こうで響く木村さんの高笑いに拳を握りしめた。怒りと悔しさで全身が震える。だが、今の俺には確かな自信があった。木村さん。なんだ、今さら謝罪しても。今度は逃げません。はあ？何を言って。あなたの圧力なんかに負けるものか。電話を切る。胸の中で燃え上がる炎が恐怖を焼き尽くしていく。開発室に戻ると、春日さんが不安そうな表情で立っていた。本郷さん、電話もしかして。はい、椿商事からでした。そう。その声には明らかな動揺がにじんでいる。だが、俺は迷わなかった。春日さん、俺に任せてください。え？俺の頭にはある策が浮かんでいた。それから、発売日まであっという間だった。発売日の朝、会社のロビーには長蛇の列ができていた。報道陣が詰めかけ、フラッシュの光が会場を包む。俺や開発部のメンバーは窓越しにその光景を見つめている。世界初、方言、訛りまで完全対応の翻訳機、ついに発売。大手メディアがこぞって取り上げる中、予約販売は瞬く間に完売した。春日さんの顔には達成感と喜びが溢れていた。ソーシャルメディアでも話題が沸騰し、各メディアは競うように桜電機の特集を組んでいた。ネイティブも絶賛の翻訳機。かなり使いやすい。こういう商品が欲しかった。反響は予想をはるかに超えていた。開発チームのメンバーたちは互いを抱き合って喜び合う。苦労が報われた瞬間だった。だが、その喜びもつかの間、受付から内線が入った。大変です。椿商事の木村様が。電話の向こうで慌ただしい声が響く。そして数分後、警備員に付き添われた木村さんが応接室に通された。どういうことだ？俺や春日さんが応接室に入るなり、木村さんは怒鳴り声を上げた。その目は血走り、全身から怒りをにじませている。お前らには製造する工場がなかったはずだ。なのにこんな、一体どんな汚い手を使ったんだ。メディアに暴露してやる。木村さんは俺に詰め寄ってきたが、春日さんが俺の前に立ちはだかった。その背中は小さいのになぜかとても頼もしく見えた。彼を誰だと思ってるんですか？誰だって？仕事もできない腰抜け野郎だよ。本郷さんはオックスフォード大学を首席で卒業された方です。春日さんの言葉に木村さんは眉をつり上げる。はあ？そんなこと知ってるさ。だが、オックスフォードだかなんだか知らないが、所詮は使えないやつだ。使えなかったんじゃない。あなたが仕事を回さなかっただけです。本郷さんの能力を潰そうとした。そうだ。俺はオックスフォード大卒だ。そして、その肩書きが嫌いだった。それは、ある意味で逃げだったのかもしれない。日本に戻ってきたとき、周りからの視線は冷たかった。オックスフォード？生意気なやつ。どうせプライドが高いんだろう。海外帰りは使えない。ここは日本だぞ。そんな言葉を
何度も背後で囁かれた。だから、履歴書には書いたものの、普段は決して口にしなかった。その事実を隠すように生きてきた。桜電機でも、できるだけ黙っていた。ここの社員は、みんないい人だが、もしも一線を引かれたらどうしようと怖くなり、言い出せなかった。しかし、その殻に閉じこもっている場合じゃなかった。木村さんの妨害によって、工場から次々と契約を白紙にされた後、俺は久しぶりに、オックスフォード大学時代の友人たちに連絡をしたのだ。アキラか？久しぶりじゃないか。どこで何してるんだよ。心配してたぞ。連絡を絶っていた俺に優しい言葉をかけてくれるかつての友人。俺は今まで連絡しなかったことを謝罪した後、近況を打ち明けた。実は相談が。状況を説明すると、友人のマイケルは即座に答えた。なるほど、わかった。今すぐみんなに連絡する。心配するな。必ず力になってやる。それから数分後、次々とメッセージが届き始めた。Google の重役、Amazon の幹部、シリコンバレーで起業した億万長者、かつての同級生たちだ。みんな世界を股にかけて活躍している。アキラ、久しぶり、元気にしてた？何か困ってるって？すぐに力になるよ。部品工場なら任せろ。うちのネットワークを使え。サプライチェーンの問題なら私に任せて。うちの子会社の工場を使ってくれ。次々と支援の手が差し伸べられる。目頭が熱くなった。喉の奥が詰まる。こんなにも信頼してくれる仲間がいた。虫がいいやつだと罵られてもおかしくなかったのに、誰も俺を責めなかった。なのに俺はずっと自分を閉ざしていた。その殻の中で自分を見失いかけていた。携帯の画面には次々とメッセージが届いていた。世界中の友人たちからの支援の申し出。その一つ一つに心が熱くなる。みんな、本当にありがとう。声が震える。感謝の気持ちが胸に込み上げてくる。画面に映る友人たちの名前を見るたびに、学生時代の記憶が鮮明に蘇る。図書館で共に学んだ日々、カフェテリアでの熱い議論、休暇中の旅行、すべてが昨日のことのように思い出される。何言ってんだよ、アキラ。友人の一人の声が受話器越しに響いた。彼は今やシリコンバレーで最も注目されているベンチャー企業の創業者だ。忘れたのか？ 1 年生の時、君が俺を助けてくれただろ？え？俺、学費を稼ぐためにバイトを掛け持ちしていただろ。昼は学食のキッチン、夜はパブでの皿洗い。勉強する時間も満足に取れず、留年の危機に瀕していたっけ？そうだったね。君はそんな俺が留年しないよう、つきっきりで勉強を教えてくれたじゃないか。アキラのおかげで、俺は卒業できたんだ。今の地位だって、全部君のおかげさ。彼の声には、深い感謝が込められていた。でも、他のみんなだって同じだぜ。ジェームスの起業の時も、お前がビジネスプランを手伝っただろ？サラの就職の時も、お前が推薦状を書いてくれた。アレックスが研究に行き詰まった時も、徹夜で相談に乗ってくれた。一人一人の名前が出るたびに、記憶が鮮明に蘇る。確かに、俺は誰かの役に立ちたくて精一杯に頑張った。でも、それは当たり前のことだと思っていた。むしろ、彼らから多くのことを学ばせてもらったのだから。アキラがやってくれたことを、今度は俺たちが返すだけさ。それだけのことだ。友人の言葉に涙が溢れそうになる。喉の奥が熱く込み上げてくる。本当にありがとう。よーせよ。そんな風に言われると照れるぜ。それに、令和アキラの商品が売れてからにしてくれよ。そんなやりとりがあり、旧友たちのおかげで、翻訳機は無事製造することができたのだ。俺が事の経緯を説明すると、木村さんの顔から血の気が完全に失せていた。そんなバカな。世界的企業の重役たちが次々と支援を表明する状況。それは彼の想像をはるかに超えていたのだろう。協力してくださった工場はきちんと製品のホームページにも掲載しています。何もやましいことはありませんよ。こんなの嘘だ。まさか本郷がそんな人脈を。その時、社長が応接室に入ってきた。颯爽とした足取りで満面の笑みを浮かべている。普段の落ち着いた雰囲気とは打って変わって少年のような輝きを目に宿していた。本郷くん、春日くん、素晴らしいニュースだ。
ニュース。海外からの引き合いが殺到していて、急遽グローバル展開を決定したよ。その言葉に、社長の後ろに控えていた開発チームから歓声が上がる。春日さんの目には、これまでの苦労が報われた安堵の色が浮かんでいる。本当ですか？ああ、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、世界中から注文が来ている。販売からすぐでのこれほどの反響は、私も予想していなかったよ。社長は木村さんの方を向くと、淡々とした口調で続けた。その声には、商社としての余裕が滲んでいた。椿商事様の妨害工作も、これで完全に無意味になりましたね。春日さんが静かに一歩前に出た。その表情には、おごりの色はみじんも感じられなかった。残念でしたね、椿商事さん。その言葉には、皮肉も怒りも込められていなかった。ただ、事実を述べているだけの透明な声。それがかえって、木村さんの心を深く突き刺したようだった。木村さんは最後の抵抗とばかりに声を荒げた。お前なんか、オックスフォード大だろうがなんだろうが、所詮は。木村くん、いい加減にしたまえ。その時、応接室の入り口に、椿商事の椿社長が立っていた。木村さんの顔から血の気が引いていく。社長、これは。すべて、桜電機の社長さんから聞いたよ。椿社長は、木村さんには目もくれず、俺たちに向かって深々と頭を下げた。本郷様、桜電機の皆様、弊社の社員が多大なご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。その言葉に、木村さんが勢いよく立ち上がった。社長、私は御社のために。黙れ。椿社長の一喝が応接室に響き渡る。お前は自分が何をしたか分かっているのか。桜電機さんへの妨害工作、他の取引先への圧力、すべて私の耳に入っているぞ。それは何かの間違いで。いや、内部告発があった。証拠にも目を通している。そんな。木村さんの体から一気に力が抜けていった。椅子に崩れ落ちるように座り込む。そして、本郷くんへの件も知ったよ。椿社長の声に木村さんが顔を上げる。私には理由が。理由？君が本郷くんをいじめ抜いた理由か。椿社長の声には怒りが滲んでいた。君は本郷くんがオックスフォード大学出身とした時から異常な執着を見せていたそうだな。その言葉に木村さんがカッと目を見開いた。そうです。私は本郷の学歴が憎かった。抑えていた感情が一気に溢れ出す。私だってオックスフォードを目指していた。朝は新聞配達、夜は家庭教師をしながら勉強したのに。木村さんの声が裏返る。でも父が倒れて、家計を支えなくてはならなかった。すべてを諦めた。それなのにこいつは。その叫びには長年抱え込んできた苦しみが込められていた。俺は胸が締め付けられる思いだった。恵まれた環境で簡単に夢をつかんだ。なのに、その学歴を隠していたんだ。そんなこと許せるはずがない。木村さんは机を叩きながら涙を流していた。だからって、人を潰していい理由にはならないだろう。椿社長の声が木村さんの言葉を遮った。君は自分の挫折を他人を傷つける理由にした。それは紛れもない悪だ。木村さんの肩がガクリと落ちる。明日付で懲戒解雇とする。加えて、君の行為による損害は全て賠償してもらう。その言葉に木村さんの顔から血の気が完全に失せた。そんな、私はただ。意味のない言葉を繰り返すたびに、俺は複雑な思いを抱いた。憎しみ、怒り、そしてどこか切なさ。警備員が現れ、木村さんを連れ出していく。その背中は、かつて俺を追い詰めていた時とは違い、あまりにも小さく見えた。椿社長は再び、深々と頭を下げた。本郷くん、本当に申し訳ない。その時、春日さんが一歩前に出た。本郷さんは、決して木村さんのような道は選びませんでした。その言葉に、俺は驚いて春日さんを見た。挫折を味わっても、誰かを恨まなかった。むしろ、その経験を生かして、人の役に立とうとした。春日さんの声には、強い信念が込められていた。だから私たちは、本郷さんを信頼できる。その言葉が心に染みた。そうだ、
もう後ろは振り返らない。これからは前だけを見て進もう。椿社長、木村さんにお伝えしていただきたいことがあるんです。俺の言葉じゃ届かないだろうから。なんだね。目指している大学に入るために努力することは大事です。でも、大学はゴールではないと。椿社長は大きくうなずいた。ああ、必ず伝えるよ。椿社長が去った後、応接室は静けさが戻った。窓から差し込む夕日が部屋を赤く染めている。本郷さん。春日さんの声に物思いから我に返る。はい。さっきの言葉、素敵でした。俺は少し照れくさくなり、目をそらす。いえ、当たり前のことを。その時、開発チームの一人が慌ただしく駆け込んできた。すごいです！早速メディアを見た海外企業からの注文も殺到しています。社長は満面の笑みを浮かべた。予想以上の反響だな。本郷くん、君の友人たちのおかげだ。その言葉に胸がジーンとする。世界中の友人たちが俺を信じて支援してくれた。オックスフォード時代の絆はこんなにも強かったのだ。数週間後、ネットニュースを見ていると小さな記事が目に留まった。大手商社幹部、不正発覚で懲戒解雇。取引先への不当な圧力が発覚。木村さんの件だ。椿商事の内部告発で発覚したらしい。記事は SNS とリンクされており、椿商事の名前がそこそこ有名なためか、木村さんのことを知る人が何やら投稿していた。この社員、賠償金支払いのために全財産を失ったって噂。多分この元社員だろうって人、コンビニでアルバイトしてるの見かけたよ。木村さんの転落を伝える書き込みを見ながら複雑な思いが胸をよぎる。スマートフォンの画面に映る記事を何度も読み返す。本郷さん？背後から春日さんの声がする。振り返ると、彼女は心配そうな表情を浮かべていた。木村さんのニュース見てたんですか？ええ。春日さんはゆっくりと俺の隣に腰を下ろした。春日さん、俺、言葉を探しながらゆっくりと口を開く。今回の一件でいろいろと考えさせられたんです。春日さんが静かにうなずく。友人たちが支援してくれて、開発チームのみんなが信頼してくれて、今まで自分で作っていた壁がどんどん崩れていくのを感じました。そうだ、壁を作っていたのは他でもない俺自身だった。誇るべき経験や縁を自分で否定していた。これからはもっと自分らしく生きていこうと思います。今までのように自分を偽ることなく、胸を張って、春日さんの表情が柔らかな笑顔に変わる。本郷さんらしいですね。その言葉に心が温かくなる。本郷さんの強さはきっとそこにあるんだと思います。どんな状況でも前を向こうとする姿勢。春日さんの声には優しさが込められていた。私も本郷さんのその姿勢にたくさんの勇気をもらいました。その言葉が胸にしみる。俺たちはお互いを理解し高め合える関係なのかもしれない。そしてある日の夕方、退勤時間になり、オフィスを出ようとした俺をエレベーターの前で待っていたのは春日さんだった。普段ならお疲れ様ですと軽く言葉を交わすだけなのに、彼女はどこか落ち着かない様子で両手をぎゅっと握りしめている。どうしたんですか？俺が声をかけると、彼女は一度深呼吸をしてからおもむろに口を開いた。実は社内で私たちの翻訳機プロジェクトが評価されていて、海外での展開を強化するために開発リーダーを海外支社に出向させるっていう話が出ているんです。海外にですか？すごいですね。彼女の報告に素直に感嘆が漏れる。翻訳機プロジェクトは国内外で大きな反響を呼んでいるから、いつかそういう話が出るとは思ってはいた。けれどまさか、こんなに早い段階で具体案が持ち上がるなんて。で、そこまで言って、彼女は少しためらうようにうつむく。ややあって、意を決したかのように顔を上げ、潤んだ瞳で、こちらをまっすぐに見つめてきた。もし私が海外支社に行くことになったら、本郷さんも一緒に来てくれませんか？その言葉にドキリと胸が跳ねる。海外勤務の話を切り出されるまでは想定内だったが、一緒にという言葉まで続くとは思わなかった。春日さんと海外に。思わず問い返す俺に、彼女は真剣な眼差しのまま、けれど少しだけ照れくさそうに微笑んだ。はい、
前に私がシリコンバレーで挫折したって話、しましたよね。今度また海外で挑戦するなら、今度こそは失敗を恐れず、誰かと力を合わせて乗り越えたいんです。そして、その誰かって、やっぱり本郷さんしかいないって思ってしまって。恥ずかしそうに視線を落とす彼女の横顔に思わず息を飲む。そうか。彼女も同じように考えてくれていたんだ。俺の存在が彼女にとってそんなに大きな意味を持っているなんて。急にこんなこと言って戸惑いますよね。ごめんなさい。きっと私自身も不安があるんだと思います。以前のように失敗したらどうしようとか。でも今度は、もちろん行きますよ。彼女の言葉を遮るように返事をした瞬間、心がどんどん軽くなるのを感じた。迷いも戸惑いも彼女となら乗り越えられる。本当ですか？よかった。まるで子供のように無邪気な笑顔を見せる彼女に胸が温かくなる。俺はそっと彼女の手を取った。エレベーターの前という人目のある場所で少しだけ恥ずかしかったが、今はそれよりも大切にしたい気持ちが勝っている。今度の海外挑戦は二人で成功させましょう。辛いことがあってもお互い支え合って必ず乗り越える。はい、絶対にそうしましょう。彼女の手のひらから伝わってくるぬくもりが、これから始まる新しい道のりを照らしてくれるようだった。エレベーターが開くと、軽い電子音が俺たちを促す。乗り込みながら、繋いだ手はそのまま離さなかった。春日さん、思わず口を開く。彼女が小首をかしげると、その仕草さえ愛おしく感じる。ありがとう。こんな俺を頼ってくれて。一緒に行きたいって言ってくれて。いいえ、私の方こそ、本郷さんが一緒なら、どこへだって行ける気がしてるんです。静かに閉まるエレベーターの扉の奥。二人きりの空間で視線が合う。そして、まるで合図でもあったかのように、柔らかな笑みが同時にこぼれ落ちた。きっと、これが二人の新たな一歩。海外の新しい舞台で、俺たちはもっと強くなれる。そして、誰にも邪魔されないこの一瞬に感じる、互いを大切に思う気持ち。心地よい胸の高鳴りとともに、俺は彼女の手を、もう少しだけ強く握りしめた。これからも、様々な試練が待っているだろう。でも、もう恐れることはない。春日さんという最高のパートナーと、世界中の仲間たちがいる。そして何より、自分自身も信じられるようになった。過去の経験も、今の自分も、すべてを誇りに思える。新しい挑戦が、俺たちを待っている。